はいどうも始まりましたゆうきのコーヒー大学。皆さんおはようございます。バンクーバーは朝の5時でございます。ご覧の通り空はまだ少し暗いです。それでも元気にやっていきたいと思います。本日のトピックは視聴者の方がコメント欄に残していただいたものから選ばせていただきました。皆さんがラテアートを学んでいく上でハートの次はチューリップというふうに少しずつレベルを踏んでレベルアップしていくと思うんですけども、その中でも誰もがぶち当たる壁っていうのがロゼッタやウィングチューリップのようなフル系のラテアートだと思います。今日は特にこのミルクジャグの振り方について学んでいくので、この動画を見終わった後には、ロゼッタやウィングチューリップが一段階上手になると思うので、ぜひ最後までご覧ください。ということでこれから解説する前に、そもそもウィングって何なのという方もいらっしゃると思うので、一度作ってみたいと思います。今ご覧いただいたのがウィングと呼ばれるものです。本日はこのウィングの入れ方について4つのステップで順を踏んで説明していきたいと思います。それでは1つ目のミルクジャグの持ち方なんですけども、僕のミルクジャグの持ち方はジャグに対してこうやって持ってます。ビールジョッキを持つような感じですかね。乾杯みたいな感じでしっかり僕はミルクジャグを持ってこうやって振っています。人によってはこのノブのところをつまむように持っていたり、取っ手自体がなくてハンドフリーっていうか、このノブがない状態で注いでいる人もいらっしゃいますね。ミルクジャグの持ち方を変えるというのは結構大きなチェンジだとは思うので、とりあえず今の持ち方で今から2ステップ、3ステップ、4ステップというふうに解説するので、進んでみてもし大きな壁にぶち当たったらミルクジャグを持ち方を変えるっていうのを検討してみてください。僕はこういうふうに持ってます。乾杯。それでは2ステップ目に行きたいと思います。2ステップ目はミルクジャグに入っているミルクを同じ液量をひたすらペースを変えずに流し続けるというのをやっていただきたいです。どういうことかというと、こういう感じですね。2ステップ目で大事なのは同じ液量をひたすら流し続けるというのが大事なんですけども、ミルクジャグの中に入っているミルクが少しずつ減っていくので、それに伴いミルクジャグの傾けるスピードも変えないといけないので、体でそのミルクジャグの傾きを変えるスピードを覚えていただきたいです。OK ですか？それでは3ステップ目に行きましょう。それでは3ステップ目です。ステップ3は何をするかというと、同じ液量を流しつつこれを左右対称に振り続けます。先ほど2ステップ目では同じ液量をひたすら流し続けるというのをやったんですけども、3ステップ目では同じ液量を流しつつミルクジャグを振っていきます。簡単そうに聞こえて意外と難しいんですけども、これさえできるようになってしまえばほぼほぼゴールは近いという状態になるので、これをひたすら練習してください。ステップ3でこの同じ液量を出しつつ左右対称に振るということで、より意識していただきたいのは体のポジションのどこで注ぐとよりその振りが安定するかというのを発見していただきたいです。
僕の場合は自分の体中心線があったらもう本当にこの目の前で注ぐのが一番振りが安定するので、僕はここで振るというふうに意識しています。逆に言うとこの辺で振ったりこの辺で振ったりすると振りが安定しないので、ちゃんと体の目の前で同じポジションで毎回振るようにしています。皆さんも人それぞれポジションがあると思うので、それを発見してください。これがステップ3です。それではステップ4です。ステップ4、ここまで来るともうウィングチューリップ成功間近です。じゃあステップ4では何をすればいいかというと、ラテアートをするときに振りながら同じ液量を注ぎながら振るんですけども、その時にラテアート自体をちょっとずつ前に進めていきます。ミルクジャグを少し前進させることによって綺麗なサシが入っていきます。それがウィングとなっていきます。なので一度皆さんにご覧いただきましょう。今回はウィングだけ。はい、ということで今ご覧いただいたように、ウィングを入れる際はミルクジャグを同じところで振るのではなく、振りながら少し直進していきます。だいたい 2,3 センチ直進することによってラテアートがしっかりと回り込むので、その回り込む時にしっかりとクレマとミルクの間にサシが入って綺麗なウィングになっていくので、そこを意識してください。これが4つのステップです。これで皆さんも綺麗にラテアートができると思うので、ぜひ取り入れてみてください。今ご紹介した内容というのが綺麗にウィングを入れるためのミルクジャグの振り方なんですけども、そのミルクジャグの振り方を練習する上で欠かせないのが水練だと思います。水練のやり方で僕が一番大事にしているというのは、実際に作っている時をイメージして水練をするというのを大事にしています。水練の失敗でよくあるのが、自分が注がない体のポジションで注いで練習してるっていう人が結構いらっしゃいます。例えば水練をしたいということで、この辺で自分の体から遠いところで振って水練をしていたり、床にカップを置いて注ぐ練習をしたりするんですけども、実際そのポジションでコーヒーを作ることはほとんどないと思うので、ちゃんと自分の普段使っているカップのポジションで水練をすることによって体への染み込むスピードも速いし、正確にブレることもなくコーヒーを作れるようになっていきます。なので練習をするときは必ず自分の注ぐポジションをイメージして注いでください。中にはお風呂に入りながら水練してますという人もいらっしゃるんですけれども、お風呂に入っている体勢でラテアートしないじゃないですか。一見上半身は綺麗に覚えているのでできるかなと思うかもしれないんですけども、実際下半身の体重移動の感じっていうのは少し違うと思うので、実際にお風呂じゃないところでコーヒーを作ってみると上半身と下半身の使い方というのがずれているので、ラテアートウィングができないということがあります。なので実践をイメージする、ちゃんとカップを持った状態でミルクを注ぐ練習をする、これをしっかりとやってください。これ大事。個人的にはお風呂での水練が効果はゼロとは言いませんが、それだったら外でしっかりと下半身と上半身をリンクさせて体のポジションを覚えてラテアートの練習して、お風呂でしっかりと休めるっていうのがいいのではないかなと思います。お任せします。ということで今回がウィングの入れ方でした。おさらいすると、同じ液量を出しつつ左右対称に振る、そしてその時に振りながらカップのそれでは最後におさらいすると、同じ液量を出しつつ左右均等に振る、で左右対称に均等に振りつつカップの中心から 2,3 センチ
直進しながら同じスピードで進んでいく。するとウィングが入っていきます。そして水練の時はちゃんと上半身と下半身のリンクを意識して、自分が実際にコーヒーを作るであろうカップのポジションに身を置いてコーヒーの注ぐ練習をする。これが今日のおさらいです。これで皆さんのウィングの作り方というのが変わってくると思います。実はこのウィングというのはロゼッタの前半部分のパーツでもあったりするので、ウィングが綺麗に描けるっていうことはロゼッタも綺麗に描けるようになっているかもしれないので、ぜひお試しください。そして皆さんお気づきの通り、外が少しずつ明るくなっています。今何時かというと6時10分です。僕の動画は10分前後なんですけども、これぐらい撮影時間がかかっています。なので皆さんがいいねとかコメントしてくれると励みになるので、ぜひチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。ではまた。